はい、始まりました。今日は、トランスフォーマー、最強の逃走者と言われている、雇われの剛力スライサーになります。なるほど。はい、トランスフォーマーでは最強だと。トランスフォーマーで最強です。大丈夫ですか、そのトランスフォーマーではっていうよくわかんそのくくり。もう大体みんな思うじゃないですか。トランスフォーマー弱えなって言われてた中で、そんなの最強で大したことないんじゃないかと。実はこれが、僕の知ってるもう空想の海外でめちゃくちゃ暴れ回ってるという情報を手に入れまして、ぜひ皆さんに紹介したいなということで、ツイッターでつぶやいたんですけど、ちょっと知りたいですっていうリクエストありましたんではい、ありました。で、今日はそのスライサーのデッキを紹介していくということになるんですけども、僕たちが見てるティア表ではエルシャとか、イナーラとかと同じぐらいのティアにいるぐらいびっくりしましたよね、あれ見たとき。結構強い逃走者の中にこいついたといういや、正直もっと下かなと思ってたんですよ。そうですよね、思ってましたよね。強いとは言いつつも、言うてトランスフォーマーなんで。言うてトランスフォーマーなんで。言うてトランスフォーマーなんで、まあ、ルーリクサーとかどっかその辺の、そうですよね。ティアあたりにいるのかなと思ったらですね、まさかの割と上位にいるっていう。そうなんですよ。だから今回の動画はめちゃくちゃガチな逃走者を紹介していきます。こいつガチなのかって言われるとちょっとびっくりするんですけど。思うかもしれないですけど、エルシャを紹介されてると思って聞いていただけると。いやエルシャ強すぎる。こいつエルシャと一緒？本当に。ティア上は一緒なんだから。じゃあ能力説明しますか。じゃあ自分でもあんまりよく分かってないんですけど、こいつの能力。頑張ってください。5マナ3/4 2段攻撃速攻。まあ戦闘上のスタッツは高いですよね。で、まずとりあえずこれ表面を説明する前に、裏面から先に説明させていただきたいと思います。説明仕掛けたのに。説明仕掛けましたが、とりあえずこの3/4 2段攻撃速攻っていうのを覚えていただいて、裏面はまずこいつ3マナで裏面でまず揃えていいんですね。だから通常は3マナで出します、最初。まず。で、3/2先制速攻です。で、裏面で出てきて先制速攻なんで、殴っていきます。で、プレイヤーに戦闘ダメージを与えると、戦闘終了時に、こいつを変身させる。さっきの3/4の、2段攻撃速攻にすることができますよと。いうことで、まず3マナで出てきて、殴りに行って、ダメージ与えて、この2段速攻の3/4になると、いうことがまず、重要です。で、そこから、各対戦相手のアップキープの開始時、毎ターンです。こいつがその人のコントロール与えることを、選んでもいいと。これ選択できます。選んでもいいと。そうです。だからその人に代わりに殴ってもらうんですけど、でそれが思想された状態で、アンタップしてそいつを思想された状態で渡します。でこれは生贄に捧げられません。でよくできてますね。よくできてます。でもしも例えば盤面が硬そうな人がいるなと思ったら、そこの人に殴ってほしくないじゃないですか。そうコンバットで負けて死んじゃうんで、そしたら渡さないってことができます。それ偉いよね。で渡さなかった場合、これまたトランスフォームします。なるほど。で3/2の先生になります。なるほど。で渡さないと毎回基本的にはいけませんよということなんですけども、っていうのが能力の一応説明になります。うまく説明できてたと思うんですけど、でここまで聞いて何が強いんやと。何が強いんだと。これね、強いって気づいた人は天才だと思いますね。本当によく見とるわって話なんですけどね。そうなんですね。これ基本的にはガチガチの C 択を想定してますんで、まずコンバットで打ち取れない。コンバットでまずファッティがいません。いないですね。殴ってってもこいつブロックされもしませんし、チャンプしかできないと思うんですよ。チャンプしかできない。でどんどん倒していくんです。で逃走したダメージで1ターンに1回殴ってくれるんで、各ターンですね、
回ってくる子には4回殴ってるんで、みんな瀕死だと。みんな瀕死だと思います。で、まあ除去も入ってないことを要は想定してます。なるべく除去等入ってないであろうということを、あとラスも、なるべく入ってないことを祈りつつ薄いよっていうことですよね。はい、薄いですよね。薄いのを想定してるんで、そんな中で殴り出したらこれ強いですよね。終わらないですね。というのが主なコンセプトです。はい。それで殴り切って勝つというのがこいつのコンセプトになります。はい。で、デッキの中身なんですが、めちゃくちゃ安いです、とにかく。まあデッキリストなんか見たら、ましてやこのデッキどうするんやってなるやつ、ね、そう、デッキリスト見て、あれこれどうやって勝つんだと思うぐらい、ゴミみたいなカードしか入ってませんでした。ゴミみたいなカードをまず紹介しますと、なんか、紙傷への興奮っていうこの1マナのエンチャントオーラなんですけど、誰も知らないからそのM21 ですね。リミテでしか使わないみたいなやつね。リミテでしか使わない、これ22プラスになって強制コンバットになるっていうエンチャントオーラで、これを1マナで貼ります。以上です。そうすると5-6になります。5-6のダブストと。ダブストです。強いですね。強いですね。あとこれ上川のカードなんですけど、2-1上がるっていう1マナのエンチャント、秋の戦化粧っていうカードとか。それも2-1上がるだけ。2-1上がるだけですよ、1マナね。こんなカード入っちゃってるんですね。こんなゴミみたいなカードを詰め込んでると。詰め込んでます。で、あとはまあちょっと強いカードかな。大なぎなたっていうカード、装備品があるんですけど、パワー3以上のクリーチャーにのみつけることができると。で、3-0上がってトランプルのなるっていう装備品。そうすると、だから6-4のダブストトランプルと。めちゃくちゃ強いです。こういうパンプする呪文を、あと、エンチャントのパーマネントをつけていきます、こいつに。で、殴ってもらいます。なるほど。で、あとは、除去します。盤に出てる、盤面に出てるクリーチャーを除去します。ちょっとブロッカーとして、打ち取ってきそうなやつ、まあそんないないと思うんだけど、まあとりあえず盤面開けるってこと。盤面開けたいので、また地震みたいな、これ安いです。地震みたいな X3 で打ちます。3-4なんで。なるほどね。で、盤面流します。なるほど。横入れ地震でもいいですし。大体死ぬと。はい。安いです。まだ今使用化してるカード。で、これスタンダードのゴミみたいなカード、考察っていう顧問なんですよ。1マナで3点火力っていう。こんなの入ることありえるんですか？ありえます。ありえるんですか？稲妻とかも入りますよ、もちろん。まあ、稲妻もだいぶ弱いと思うけど。炎の切りつけっていう1マナで4点火力。操作に。クリーチャーだけ。クリーチャーだけです。もうクリーチャーだけで十分ですもん、本当に。はい。なるほど。クリーチャー流すだけで、場面開くんで。そういうカードがなぜか入ってます。なるほど。はい、めちゃくちゃ強いです。で、まあ、盤面開けてって殴ります。で、あとは、まあ、殴りジェネラーなんで、まあ、月とかは普通に入ると思うんですよね。そういうやつね。はい、月とか。とりあえず相手の行動制限するようなカードですね。まあ、僕の大好きな。これは C のリストに入ってなかったんですけど、吹き荒れる戦隊能力好みで僕は入れます。とりあえず入れた。はい。あとは、妨害出荷動で言うと、死滅系もワンチャンこれいいかなっていうの、僕の好みです、これは。なるほどね。あとテフェリンの細工箱。僕の好みです。愉快犯だろこれ。楽しいです、この辺は。はい。まあ、あとこれが入ってるかもしれないですけど、磁石のゴーレム。なるほどね。アーティファクト出ない呪文が一応多くなる。こいつはスライサー実はアーティファクトなんで、スライサー自体はアーティファクト多くならないということで。他の呪文も大した呪文入ってないから。大した呪文入ってないんで。一応そう上がったところで。関係ないんで。デメリットの方はあんまり関係ないと。そう正直アメとかトゲとかも好み入れてもいいと思います。なるほど。そういうカード。であとはまあそうですね、そんな感じになります。あとまあ好みなんですが、守るカードが一応僕は入れた方がいいんじゃないかなと。戦う時に当然スライサー除去られちゃうとどうしようもないと。まあゴリゴリの C だと多分除去ないと思うんですけど。逆にね。逆に。いやでもどうだろうな、ちょっとだってすぐ瀕死になるじゃないですか。ずっと除去ないといけないと思うんだよね。確かにね。だから一応僕は個人的には守るカード入れた方がいいと思ってて、守るカードで一番強いのはこの溶接の壺というカードになってますね。はい。なるほど。これ0マナのアーティファクトで、一見にそういうとアーティファクト1個再生できるという。なるほどね。いや、これまたしかし破壊にしか気になる、破壊で気になる。破壊にしか効果がないのが若干気になりますが。
もうこれ守るカードないんですよ、赤は。で、まあ、あと、まあ、東土者の板金鎧。はい。これは、これは強いですね。はい。これは文句なく強い。赤、3-3上がって、はい、プロテクション赤以外、強いですよね。プロテクション赤のだってピン除けなんかないだろう。ないですよ。まあ、あとは、まあ、ティボ系であったり、これ、稲妻曲げ。これ、コントロールしてないんで。してないですよね。はい。4マガで打つじゃないかと。だから僕はこれ4マガで打てばいいんじゃないかと思ってます。なるほど。それぐらい、はい、それぐらい守った方がいいという。それぐらい守った方がいいし、なんなら。打つ呪文ないし。そういうことだよね。そう、もう。そういうことだよね。出したらやることなくなるんで。なるほどね。変更はたきも普通にコントロールしてませんが、普通に入れます。3マナで打つと。3マナで打ちます。なるほど。あと、なんか跳ね返りの手のひらでしたっけ？はいはいはい。これ、青を捉えてると。はいはいはい。あと、まあ、パイロ系。あと、このバーンアウトいいんじゃないかと思ってまして。それ何それ？これ、ブルースクリーンをつけてる。それ入れるの？パイロじゃ足りないの？とにかく守りたいんで。あとは、守る、インスタント火力、例えば稲妻みたいな、あと、まあ、例えば赤だったら、ライオンとか、ライオンってあるじゃないですか。山サクルと3点火力、とかで、インスタント火力とか、あとインスタントで撃砕確約っていうカードなんですけども、1マーで、3-3上げてトランプル。なるほど。で、スタッツを上げることにより、格闘での瞬間に上げるっていうことができます。それ防御的に使うの？そうです。稲妻防御的に使います。これ、攻撃的に使う場面あんまなかったですね。なるほど。で、決まりそうで、これ打っちゃうと、相手は、打ち消してくるか、もしくは、除去られちゃうんで。なるほどね。なるべく、多分防御的に使うんじゃないかなと使ってて思いました、この間。なるほど。はい。で、まあ、鳩場なんですけども、これは入れなくてもいいんじゃないかなと思いました。マナ伸びてもすることはない。やることないです。なるほど。はい、びっくりしました。俺、鳩場いらねえかと思ったのが初めてでした。で、ちょっと、ドロソの話なんですけど、これ、ドロソいるのかって話が、ちょっと問題になりまして。そうですよね。はい。まあ、これ、この剣、火と氷の剣。はい。これね、いいですよ、これ。いいですか。これ、なんと2段攻撃なので、2回はするというね。そうですよね。ドロー、自分のターンで2回攻撃して、ドロー2回できて、相手のターン2回ドロー、2回ドロー、2回ドローって手札ジャブジャブになります。でもやることはありません。これ装備してるクリーチャーが、コントローラーが誘発するんじゃなくて、装備品がそのまま。そう、装備品は自分なんで、はい、僕なんで、誘発するのは自分のところ。そうです。だから、手札ジャブジャブになります。けども、特にやることはありません。使い道がないと。使い道ありません。それちょっとドローじゃなくていいんじゃないか。だから、ちょっと最近は、赤黒剣とか、黒緑剣を検討してます、今。なるほど。で、同じ理由で、この、記憶の仮面というこのカードは、2ドローして1ディスカード。はい。だから4ドローして2ディスカード。いや、もっとですよ。1回あたりね。1回あたり。そう、4ドローして2ディスカードが4回起こります。そういうことですよね。で、これ、ならず者手袋。はい。2ドローが4回起こります。はい、そういうことですよね。はい。いや、だから何でも言うけど、そんなに引いてどうするんだいっていう問題がある。そうなります。で、ドロソー、一応、伝説差しは基本、これ、入れてみたんですが、これ毎ターンカウンター乗るじゃんと思って、入れてみたんですが、一旦に1回しか引きません、これ。あれと思って。カウンターは乗ったけど、起動ができないと。あれと思いました。ダメじゃん。まあ、でも引いていいこともあるんですよ。で、グレン操作と劇場。まあこれは一応ピッチスペルがあるんで、一応打てるようになるんで、だからピッチ打つためだけだったらそんなにいらないよね。そうですね、ピッチを2枚しか、2枚ぐらいかな。あとピッチ、赤のピッチあんま知らないですね。ないんで、そんな強くないんですけど、まあ赤のピッチありますよ。なんかありましたっけ？再戦闘するっていう。ありますね。あれ言うともいいかもしれないですね。あれ言うともいいかもしれないですよ。はい。再戦闘1回しかできないっていうね。だから再戦闘全部抜いたんですけど、僕。これ自分のターンしか再戦闘できなかったら意味ねえなと思って抜いたんです、全部。そうですよね。はい。で、あとは、僕の一番強いと思ってるこのデッキでカードがありまして、3度の最短ジェスカ。なるほど。これやばいです。
これ実はこれやばいですよ。自分のターンじゃなくて、そうです。次のターンまでと。はい、3倍になって殴ってって、3倍になって殴ってって、3倍になって殴ってって、3倍になって殴ってきます。いや、瀕死どころか死んでるんだよね、それ。だって3倍でしょ、単純にだから。6です。あ、サブロックだから9が2回ってことでしょ、これ。あ、そうですね、9が2回ですね。だからまあ、なんかプラス2とかして、プラス 1？ いや、1じゃ足りないのかな。いや、1で足ります。1パンプアップされて、3度最多のジェスカ出てると全員死にます。そうですよね。ほぼ1倍コンボです。そうですね。はい。で、これは僕の一番お気に入りのカードなんですけど、次元の混乱。またこれ使うの。これは、このデッキだと強いですよ。いや、まあ確かにね。このデッキだと強いですよ、次元の混乱。確かにな。確かに。このデッキが一番そのカード強く使えてんじゃねえかな。ですよね。これ、輝いてますよね。輝いてんな。確かに。これめちゃくちゃ強いんですよね。確かに。それは言えてるわ。これおすすめなんで入れてくださいということで。なるほど。で、この次元の混乱参考にしたリストには絶対入ってなかったです。入ってなかったんですよ。これすごいですよ。これオリジナルなんですよ。いや、これは偉い。オリジナルのスーパーコンボ。役に立つんですね、やっぱり。文武天武なところはもちろんあるけどね。はい。で、まあ、昨日一応、まあ戦いまして。やってみたんですよ、初めて。まず、マリガン基準で、ありまして、3ターン目に出る手札の場合は、負けです、もうほぼ。遅いと。遅いです。まあ話にならなかったです。遅いと。まず1ターン目か2ターン目に出ないと、まだ話にならないんで、なるほど。まあ1ターン目出るのがベストで、2ターン目がまあ最悪出る反応をキープしないと、まず勝てないです。なるほど。を、まずマリガン基準としてあります。で、1キルできた回があったんですね。なるほど。これ1キルのコンボを紹介しますね、手札。まずデュエルロータスで出します。まあその時点で出せると。出せます。デュエルロータスまず出せます。はい。1ターン目です。これ1ターン目の話です。で、土地置きます。で、クリプトを置きました。で、そこから強い手札だな、そも強いなと思って、クリプトから2マーでアイオブベクナとやりました。なんでアイオブベクナなんだっていうツッコミはあるんだけど、まあ OK と。そう、なんでアイオブベクナかっていうのは、残りの1マーで僕変化のカード打ったんですね。で、相手の手札ぐちゃぐちゃになって、もう相手何もできなくなって、殴り勝って終わりました。なるほどね。はい。これ1キルも一応できますよということ。まあ厳密に言うと1キルはしてないんですけどね。実質って話でしょ。結構強いですだから。変化の風で入ってきた相手の手札が結果整ってたらやばいですけどね。死にはしなかったし。確かに。文武天武です。まあ一応こいつガチガチの C で戦える構成になってますんで。はい。ごめんなさい。これ1個だけ私注意したいことがあって。何ですか何ですか。はい。これなるほど、はい、いわゆるガチガチの C のデッキをメタリにいってるデッキなんで、そうですね、はい、また微妙な強デッキには弱いですよね。これ78を卓で戦った場合、もう多分勝てないでしょうね。これはやばいですね。やばいですよね。はい、しかもこれなんならワンチャン5、6で戦った場合勝てないでしょうね。そういうことですよね。シャレにならないぐらい負ける可能性もあります。なんか普通にブロッカーいるし、みたいな。まあでも逆にそれがいいデッキだと思ってて、なるほどね、そこがこれのデッキの良さで、どのデッキでもいいですよって言えるっていうのは、デッキレベルを確認しなくていいんだよこいつ。なるほどね。偉いと。偉いんですよ。なるほど。まあそういう意味ではかなりいいですね。はいはいはい。まあちょっとお安く求められるっていうのが一番いいところなので、もちろん汎用のマナ基盤のカードはそうですね。まあデュエルロータスと何でしたっけ、クリプトぐらいで高いカードで、あとイニシャルオンボとかも正直なくてもあっても、まああった方がいいですけどね。だって2ターン目に出せる確率全然違うからね。その3枚ぐらいかな。まあ玉口とかなくても別に、まあ金属ボックスはまあそうですね、あった方がいいですね。そういうのはだからどうしてもある程度強く組もうと思ったら必要だけど、そうですね。まあでも逆に言うとそれ汎用カードなんで、まあ持ってらっしゃる方もいると思うんで、ある程度揃ってる人だったら、まああとは買い足すカードはほぼないよと。そう、今の言ったカードを持ってれば
3000円くらいで組めますガチガチのデッキ本当に。いやだってあれでしょ、旗もいらないしいらないし、なんかゴミみたいなゴミみたいな20円30円を買い足すだけなんで。逆に言うと20円30円は買ってくださいけどね。そう持ってないねみんな。持ってないです、それ絶対持ってないです。だ捨てちゃうからましてやったとしても。まあだからお安くお買い求めできるんで、もうこのデッキを組んでみてください。はい。一応これリクエストに答えたという形になったので、はい、リクエストをじゃんじゃんいただければ答えていきますんで、はい、よろしくお願いしますということで、今回の動画は以上になります。はい。おしまい。